ミルトンチャンネルです。今日は先日取り付けたウィンドクーラーをこのエブリィに設置して実際に動かしてみました。その取り付けたクーラーがこちら。今回はこの 12V クーラーも動かして騒音や電力、温度等を比較検証、それぞれのメリットやデメリットが分かってめっちゃ楽しかったです。先日からの続きで FRP キャンピング製作で使用できなくなった針葉樹合板の型を撤去することにしました。6時7分、ガレージの気温26度、日中の気温が37度とかになるんで、もう朝のうちに作業全部終えちゃいます。で、前回の動画でこんな感じで FRP をこのパネコートの型を使って簡単綺麗に作ることができたので、こちらの針葉樹合板の外枠の型が不要になってしまいました。結構頑張って作ったので分解するのは心苦しいんですけど、ここにあると作業の邪魔なので全て分解します。で、実はこのパネコートの型枠を作るには1点問題点があって、それはこの針葉樹合板のホームセンターで売られているサイズが 1820mm×910mm の型なんですが、こちらのパネコートの型は 1800mm×900mm と、この針葉樹合板とは大きさが違うんです。ということは当然このパネコートの外枠の型を作ろうとすると、この針葉樹合板の時に使ったこの設計図が一切使えずに一から作り直しになります。これも結構まためんどくさいんですけど、とりあえず設計もやり直します。こちらの外枠の分解には充電式ではなく AC 電源式の電動ドライバーで分解していきます。実はこの外枠の型は固定にビスを800本ほど使っています。作業自体はドライバーで止めるだけなんでとても簡単なんですが、充電式のドライバードリルだと充電が切れて使えなくなるので AC 電源のドライバーを使っています。 AC 電源式はちょっと重いですが、その分パワーがあるのでビス止めもビス抜きもしやすいです。8時26分、ガレージの気温が32度まで上がったのでウィンドクーラーを動かしながら作業します。ウィンドエアコンいい感じです。めちゃめちゃ冷たい空気が出てます。生き返る。この外枠の分解、小1時間程度で終わると想定してたんですが、予想をはるかに超えて4時間以上かかってしまいました。こんな感じで外枠の型を全て分解し終えました。使った金具の一式がこんな感じですね。廃棄するのも含めてトータル800本ぐらい使ってました。金具も相当ちょっともう数えきれないぐらいこんな入ってます。板は分解してしまえばかさばらないんですけども、結構な重量があるんで、この板だけでトータル100キロぐらいあります。現在の時刻が10時33分、ガレージの気温が37度まで上がってます。向こうの気温とこのクーラー付近の気温は、この辺り周辺は結構涼しいんですけど、やっぱりこのクーラーから離れたこっちの方に来てしまうと結構暑いなという感じがします。このウィンドクーラー全く効いてないわけじゃないんですが、イメージ的には地下鉄の構内にあるクーラーみたいなイメージをしていただくと一番分かりやすいかと思います。地下鉄の構内って結構暑いと思うんですけど、クーラーの前だけは結構涼しかったりすると思うんで、そんな感じの使用感の印象です。この広いガレージを全体を冷やすというような能力はさすがにこのウィンドクーラーにはないですね。そもそも木造だと 4.5 畳用なんで、ないよりは全然あった方がいいんですけど、この周辺でだけは結構作業をずっと続けていられるぐらいの気温にできますね。せっかくガレージをちょっと一瞬ではあるんですけど広くできたので、この空間とこのウィンドクーラーを使って別の企画をやってみたいと思います。ということで今日はエブリィにウィンドクーラーを積んでみようと思います。今回はこのウィンドクーラーと私が以前取り付けた 12V クーラーを比較して、実際の使用感や消費電力、それぞれの音量や温度や湿度の変化を細かく検証したいと思います。ウィンドクーラーは 20kg 程度なので少し重いですが移動も簡単です。取り付け枠の窓ストッパーは邪魔なので取り外しました。取り付け枠は上下5箇所のネジを取り外せば簡単に外れます。ウィンドクーラーのエブリィへの取り付けは
この黒いモールを外して取り付けます。映像のように50センチほどモールを外したら、その部分にウィンドクーラーの取り付け枠を取り付けていきます。取り付け枠のアコーディオンパネルが長すぎてうまく取り付けできなかったので、この部分をカットします。映像の2箇所のビスを外したらアコーディオンパネルを取り外します。車の床下からスライド枠までの長さが81センチなので、アコーディオンパネルの6山分をカットします。これはカッターナイフでフリーハンドでも簡単に切ることができます。アコーディオンパネルを取り付け枠に戻し、ビスを2箇所締め終えたら長さ調整の完了です。ネジのついた方を車内側にしてスライドドア枠に合わせて取り付けます。取り付け枠のネジを車内側から締め上げます。ウィンドクーラーを車内側から取り付けます。取り付け枠には2箇所突起があるので、この突起に合わせてクーラーを取り付けます。2箇所の突起に合わせると、あとは押し込むだけでクーラーを取り付けることができます。エアコン本体には脱着レバーがついているので、このレバーを押せば取り外しも簡単です。車のゴムパッキンはこのように取り付け枠上部以外はモールを戻しておきます。これでクーラーを取り付けたままでもスライドドアが閉めれます。はい、このように隙間はほぼありません。こんな感じなんで、蚊や虫の侵入はこちら側に関してはないと思います。それでこの窓を塞ぐ部材としては FRP キャンピングシェルを作る時にちょっと大量購入してしまって、在庫がめちゃくちゃあるんですけど、ダイソーで購入したポリプロピレンシートを使って窓を塞ごうと思います。ポリプロピレンシートを切って窓枠に合わせます。こんな感じでクーラーと窓の隙間をポリプロピレンシートで埋めました。カットはこのダイソーで購入した500円の金切りバサミ用のハサミでカットするとすごく簡単に切れました。この上部の部分はこんな感じで窓に沿わせてぴったり合うようにしてあります。で、この部分が結構隙間が空いているので、ちょっとここを埋めなければいけないんですが、この部分はよくあるこの梱包材に使われるプチプチを使ってここを埋めました。で、ここを穴埋めするのって結構難しかったんですけど、こんな感じでクリップでこのポリプロピレンシートとがっちり固定するようにして、でこの下の部分に隙間があったんですね。なのでこのプチプチの緩衝材を折りたたんで、かつこのエアコンのパッキンにちょうどフィットするような感じにして隙間を塞ぎました。でこれ結構意外と丈夫で、こんな感じでガンガン当たっても一応取れないような仕組みにはなっています。でこれを取り付けるのが取り付け取り外しがめんどくさいと思うんですけども、クリップで5箇所で留めたことによってこんな感じで一瞬で取り外せて、また取り付けもこのクリップを留めていることによってもう迷うことなくこの窓のこの枠にはめて、でこんな感じで取り付け取り外しも一瞬でできるようになります。見ていただいても隙間を、ちょっとこんな感じでちょっと押してあげれば隙間がすぐに一瞬で塞がるようになります。で上から下まで隙間が一切ないような感じにしました。こういった感じでここから出る排熱を車内と車外で分けるような感じで排熱を確保しました。でこの下の部分からも排熱が出るはずなので、それがどのぐらい影響しちゃうかっていうのは後ほどサーモグラフィーカメラでチェックしたいと思います。一応窓に取り付けた感じで見ていただくとこんな感じですね。ここ隙間が空いてるように見えるんですけども、窓のパッキンとフィットしているんでこれは隙間が空いていません。でこちらの部分も窓の枠のちょうど曲がり始めの部分に排熱口が来るようにして、なるべく排熱口の高さを上目に持っていって設置しています。はい、で車内からチェックしてみてもこんな感じで一応隙間はぴったり埋まってるような感じになっています。でこちら側も隙間はありません。で現在朝8時3分の段階で車内の気温が 30.4 度、湿度は 72%、 ガレージの気温が31度。今日は朝から暑かったんでずっと空調服着てたんですけど、やっと取り付けれたんでここでウィンドクーラーを試してみます。いい感じで冷たい空気が出るようになりました。設定温度は冷房24度設定、風量自動で動かしています。はい、8時13分、クーラーの電源を入れてちょうど10分程度で 3.5 度ぐらい温度が下がりました。湿度は 56%、 わずか10分間で 16% 湿度が下がりました。かなり冷たい空気が
ガンガン出てきてます。すごい快適です。それで現在の消費ワット数が583ワット。これ私がガレージのこの部分に置いて使ってる時の消費ワット数は500ワット程度だったんですけれども、車の中で使うと587ワットまで消費ワット数が上がりました。これもしかしたら外のこの辺りのちょうど排熱口がここからこの辺りにかけてあるんですけども、その排熱口の排熱がうまくできてないがゆえにこのクーラーがちょっと無理してるのかもしれないですね。で冷房吹き出し口の温度は5度ですとか6度ですとか、そういったぐらいの温度になっています。かなり冷たい空気がこちらに出てきています。8時20分、湿度 59%、7分間で湿度が 3% 上がっています。この突然湿度が上がってきた原因は、今運転していて一点デメリットを見つけてしまいました。それはですね、この機種は除湿の水を内部で乾かしてドレン水を排水しなくていいというのがメリットな最新機種なんですけれども、このように車内で使ってしまうとこんな感じで水滴が出てきてしまいました。これはちょっとデメリットかもしれないですね。こんな感じで床が結構濡れています。この辺の下から水が出てきているようです。この点は何らかの対策をした方が良さそうです。車外の温風吹き出し口の温度も測ってみます。こんな感じですね。一番暑いところで50度弱で、これはこの下のこの部分からもガンガン熱い空気が出てますので、触れないほど暑いわけではないんですが結構熱くなってますね。50度ぐらいにはなってると思います。結構暑いです。この下の部分をサーモグラフィーカメラでチェックしてみると、やっぱり50度ぐらいいってますね。51度ですとかそんな感じですね。でちょっと気になっているのがこの部分はこのガレージの窓に取り付けていた時はこのように排熱口が塞がれていないので、サーモグラフィーカメラでチェックすると排熱口の部分だけが熱くなっているんですが、これに対し今回施工したエブリィと比較するとこの部分まで熱くなっています。これはちょっと想定外でしたね。これはこの部分の排熱がこちら側に行ってるんだと思うんですけども、おそらくここから出た熱気がそのままここでもう一度吸い込まれている感じになってますね。これは熱効率の観点からもあまり良くなさそうです。なので車でこのような簡易的に取り付けて使うのは省エネではないかもしれないですね。でも手軽に取り付けられるのにきちんと車の中を冷やせているんで、そういった意味では手軽で便利だと思います。この部分の音量も測定します。車外側の音量は約50デシベル程度、車内での音量は51デシベル程度、車内側も車外側も静かな図書館ぐらいの音量であることが分かりました。でこんな感じでセルタンのセミシングルのソファーマットレスを置いてみてもここにかなり距離があります。それほど圧迫感がなく設置も手軽なので、そういった意味ではかなり使えると思います。このマットレスからクーラーまでの距離はおおむね40センチ程度、結構スペース的にも余裕があります。で消費ワット数が602ワットまで増えました。おそらくこの裏のちょうどここから下の排熱がうまくいってないので省エネ的に微妙な部分はあるかもしれないんですけども、それでも普通に動かしている時より100ワット程度余分に電力がかかるだけなので、そういった意味ではすごく使いやすいクーラーだと思います。で今回はせっかくなのでこのウィンドクーラーと12V クーラーを比較してみようと思います。大きさ的にはかなりこの 12V クーラーの方がコンパクトで取り回しもいいんですけれども、冷却能力や消費電力そういったものも比較してみたいので、一旦こちらのウィンドエアコンの電源を切ってこのように窓を開けておきました。で現在の車内の気温が 32.2 度まで上がってます。湿度が 63% です。12V クーラーを動かしてみます。現在の時刻が8時49分、室温32度、湿度 62%。この状態で 12V クーラーを動かしてみます。12V クーラーが動き始めました。こちらも起動直後から冷たい空気がすごく出ています。起動直後の消費ワット数は769ワット。これはウィンドエアコンと比較すると 12V クーラーの方が160ワット程度消費電力が大きいような感じです。省エネという点ではこちらのウィンドエアコンに軍配が上がると思います。12V クーラーの冷風吹き出し口の温度は0度ですとか1度。これはこのウィンドクーラーが最低でも5度から6度程度だったのに対し 12V クーラーは0度から1度なので、冷却能力はこちらの方が高いと思います。続いて音量も計測してみます。
こちらは約62デシベル。この音量に関してもこちらのウィンドクーラーの方が音量が10デシベル程度低いです。ただ私のこの 12V クーラーは以前の動画でこの音量を下げる改良してあって、このスピードコントローラーでこのように電流の量を下げていくと音量がかなり下がっていきます。音量を計測します。こちらは40デシベル以下。このようにウィンドウエアコンはおおむね50デシベル前後をずっと指しているのに対し、私のこのように細工した 12V クーラーは40デシベル程度まで音量を下げることができるので、就寝するという点においてはこちらの 12V クーラーの方が快適に眠れると思います。また一旦クーラーが効いて安定してくると、このように音量が44デシベル程度まで下がります。現在の時刻9時2分、車内の気温 26.1 度、湿度 52%、気温も6度下がって湿度も 8% 下がりました。冷却能力でいうと消費電力も多いこちらの 12V クーラーに軍配が上がると思います。このように 12V クーラーは一旦車内を26度程度までに冷やしてしまえばかなり静かに動かすことができるので、そういった意味では私個人的にはこちらの 12V クーラーの方が気に入っています。ただこちらの 12V クーラーとこのウィンドエアコンを比較すると、この 12V クーラーは取り付けにかなり手間がかかりますので、そういった意味ではこのウィンドクーラー手軽に使えるので便利かもしれません。隙間を塞いでいたポリプロピレンシートを取り外します。こんな感じで車の中からでも簡単に取り外せて一体化できているので、取り回しも結構楽です。こんな感じで数十秒で取り付けることができるのでめちゃくちゃ簡単です。外から見るとこんな感じで、この部分には完全に隙間が空いていますので、大雨の日に使うのはやめておいた方がいいと思いますが、この部分は窓枠に入れているので多少の雨なら問題なく使用できると思います。またこちらの隙間を埋めるこの部材を取り外して、このようにスライドドアを閉めることもできますし、窓を閉めてしまえばこのまま運転することができます。このウィンドクーラーの電源はこのような外部電源、もしくはこのような 2000W クラスのポータブル電源から給電することが可能で、実際に電源を取って動かしてみるとこのように問題なく冷たい空気が出てきます。ただ今一点気づいたのが、こちらの状態での消費電力が650W 程度を指しています。これはこの外部電源でこちらで取った時より 50W ほど電力が大きくなっています。この理由はちょっと謎なんですが、とりあえず車内で動かしてしまうと、通常この窓枠に取り付けた状態より消費電力が大きくなるということが分かりました。この点は若干デメリットかもしれません。まあ仕方ないですね。というのもここから下は排熱されていないので、そういった意味ではちょっと電力消費が大きくなるのは仕方ないのかもしれません。冷房24度設定で最終的には 694W まで上がっています。消費電力的にはそこそこいってしまう印象です。こちらの 12V クーラーが 750W 程度いっていたので、それと比べると多少こちらの方が電力消費は少ないですが、それでもこちらの方が消費電力的には多少省エネな感じはしますね。ただ一度車内が冷えてしまうと、このように消費電力も 5W ですとかそんな程度に電力がセーブされますので、そういった意味ではこのような 2000W クラスのポータブル電源があれば一晩持つかどうかはその日の気温や湿度に左右されるとは思うんですが、この 2000W クラスのポータブル電源があればギリギリ一晩ウィンドウエアコンが動くかもしれません。私はまだこのウィンドクーラーを車中泊で使い込めていませんので、もし車中泊でもうすでにたくさん使っていらっしゃる方がいらっしゃったら、コメント欄で電力や使い心地の件を教えていただければ嬉しいです。このクーラー自体が設置に10分程度で設置できましたので、そういった意味ではすごく使いやすいクーラーだと思います。でもう一点、このクーラー一度設置してしまえばこのようにびくともしませんので、この部分にクーラーを取り付けたまま運転をしてもおそらく全く問題ないと思います。この後実際にエブリィを運転してウィンドエアコンが倒れたり動いたりしないかを確かめました。50キロほど運転しましたが、ウィンドエアコンは全く動くこともなく、よほどの悪路を走らない限りはつけっぱなしで運転しても特に問題がないと感じました。本日もご視聴ありがとうございました。今回 FRP キャンピングシェル作成は
外枠の撤去のみしかできませんでしたが、キャンピングシェルもなるべく早く仕上げたいと思っていますので、チャンネル登録や高評価で応援いただけると嬉しいです。